さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。この動画には日本語の字幕があります。その他にも15言語の字幕がありますので、ぜひ CC、こっちかなをつけながら見てください。私は今、大阪にある素敵な Airbnb に泊まっています。今日はこの Airbnb を紹介したいんですけれども、もう私何回か家にあるものを紹介しました。Airbnb を紹介しました。今回はちょっとナチュラルなスピードであまり語彙コントロールをせずに、この Airbnb の中にあるものを皆さんに紹介したいと思います。では早速玄関から紹介します。はい、こちらが玄関です。これは何でしょうか？何度か私紹介したことがあるんですけれども、これは傘立てです。そしてここにスリッパがあります。皆さん見てください。うさぎのスリッパです。この玄関のマットもうさぎです。玄関のこちらにもうさぎ。そしてたくさんの写真があります。1階にはお風呂場があります。目の前に見えるのは洗濯機ですね。そして浴槽、鏡、あとボディーソープとかシャンプーもすべて揃っています。こっちには歯ブラシなどがあります。電気をつけて、はい、このね、手を拭くタオルも、これミッフィーですね。はい。で、洗面所になっていて、ここにはドライヤーがあります。では、電気を消して2階に行きます。ここはね、一軒家タイプなので、結構部屋がたくさんあります。で、階段のね、こちらの壁側にもすごく素敵な写真がたくさんあります。こちらは全部オーナーさんとオーナーさんの家族が撮った写真なんです。上にもたくさんあるんですよ。見えますか？素敵ですよね。はい。で、こちらがお手洗いです。トイレです。また、うさぎです。お手洗いはこんな感じになっています。トイレットペーパーです。ドアを閉めます。こっちには猫の写真もあります。2階にはキッチンとあと和室があります。はい、目の前にあるのは冷蔵庫です。で、こっちがキッチンですね。ちょっと細かく見てみましょう。かわいいよね。本当にもうすべてうさぎのグッズで揃えられています。これはスポンジです。石鹸。で、これはハンドソープです。で、ここはシンク、流し。こちらが食器用の布巾で、こちらがハンドタオルですね。手を洗って、このハンドタオルで手を拭きます。で、ここにあるものなんですけど、このね、水は私が買ったものです。さっき、スーパーで買いました。これ108円くらいでした。あとは、お湯を沸かすもの、電気ケトルとか、これサーモスで多分保温のやつですよね。で、これは、トレイですよね。はい。で、こういったね、食器類もすべてうさぎです。箸もうさぎだし、箸置きもうさぎです。で、あとこれはオーナーさんが準備してくれた、コーヒーですね。ドリップコーヒー。カフェインレスコーヒーも用意してくれてます。で、あとこっちのね、粉のタイプのコーヒーも用意してくれています。で、ここにはね、お酒を飲む人のあれですね、おちょことかね、いろいろ置いてあります。あ、こっちにもあるんだ。香る抹茶ラテ。これ粉ですね。お湯を入れて飲むものです。で、マグカップがあります。これも見てください。本当に可愛い。ミッフィーの、これはフライ返しですね。そしてこれはお玉です。こちらにもうさぎがありますよ。
鍋ですね。そろそろ鍋の季節なので、こういうね、中に野菜とかお肉とか豆腐を入れて一緒に煮込んで食べる。もう寒い日は鍋が本当にいいですよね。フライパンもあります。蓋もありますね。で、こっちは、グリルです。魚を焼くときに使います。あと食器類がもうちょっとありましたね。はい。箸、スプーン、箸置き、ナイフ、フォークもあります。で、猫だ。かわいい。フォークはミッフィーですね。すごい、こんな爪楊枝もあるの？本当にこだわってますよね。爪楊枝です。よいしょ。しまって、これ皆さんなんだかわかりますか？今あんまり使わないですよね。ちょっと開けましょう。あ、もうここを見たらわかりますよね。これなんていうかわかりますか？日本語で。これマッチです。マッチ。火をつけられますよね。私も久しぶりに見ました。あんまりマッチ使わないですね。はい、こんな感じになっています。で、この辺はね、料理をするときに便利なものがたくさんあります。ラップとかフリーザーバッグとかね、これお箸かな。はい、こういったものが入っています。これは食洗機かな、多分。そうですね、食洗機ですね。大きいですね。これで食器を洗うことができます。こっちにも何かあるかな。あ、こっちに食器がちょっとありますね。はい。うさぎの絵が描いてある食器が多いです。こういったね、サラダボウルもありますね。で、これはまな板です。そしてこれは包丁です。野菜や肉を切ったりしますね。で、こちらには掃除機と炊飯器です。米を炊くときに使います。で、電子レンジです。で、ゴミは分別しなければいけません。ここにはテーブルと椅子があります。ここで食事をしますね。はい。で、このお茶はね、さっき私が買ってきたものです。で、これはマイクです。そして、こっちにはね、和室もあります。ちょっと見てみましょう。私ちょっとここで寝てたので、布団が、敷きっぱなしになっていますが、こういったね、ミニテーブルと、あと座布団もあります。で、ここにはね、枕もあるんですけど、枕もミッフィーです。はい、エアコンもついていますよ。今、2階にいます。なんと、この Airbnb には3階もあるので、上に行ってみましょう。よいしょ、着きました。こちらは寝室です。ベッドがあります。そして隣には小さめの机もありますね。時計もうさぎです。本当にすごいよね。うさぎのグッズってこんなにあるんだってぐらい本当にうさぎで揃えられています。そしてもう2部屋あるのかな。こっちも寝室ですね。よし。はい。こちらも寝室です。こっちにも小さな机があります。さっきの私が使ってた枕と同じですね。電気を消して、あと一番奥にもう一部屋あります。広いですよね、本当に。こちらにもベッドがあって、ここにはクローゼットがあるんですね。服をしまうことができます。ここにも写真があって、机もあります。このぐらいだとパソコンとかね、ちょっと作業するのにもいいですよね。ティッシュもありますね。で、こちらはね、この Airbnb の、お部屋の説明です。家の説明です。かわいい。これライトかな
はい、こちらの Airbnb の紹介はこんな感じです。どうですか？本当にうさぎ好きの人にはたまらないお部屋だと思います。概要欄の方に Airbnb のリンクを貼っておきますので、気になる人はぜひ見てください。で、私、この後、ちょっとインタビューをするまた仕事があるんですけど、ちょっと時間があるので、少しだけ皆さんに聞きたいことがあります。ちょっと一緒に話しましょう。皆さんは旅行とか出張でホテルや Airbnb を予約するときにどんな条件とかどういうところに泊まるっていう何か自分なりのルールというかなんか条件って決まってますか？私の場合はだいたい駅から近いこととか、あとバスタブがあること、この2つは私の中では結構欠かせなくて、駅から歩いて10分以内で着けるところがいいなと思っていつも探しています。で、あと、バスタブはそうですね、シャワーでもいいんですけど、旅行とか出張してる時ってすごくたくさん歩くので、いつもよりも疲れるんですね。だからなるべくお風呂に入ってでゆっくりしたいなっていうのがあるので、バスタブがあるところがいいなと思っています。日本のホテルって大体バスタブがついてるんですよ。私逆に海外のホテルに泊まってバスタブがついてないところがあってすごくびっくりしたことがあるんですね。国によってとか地域によって違うと思うんですけど、やっぱりバスタブがついてるとなんか安心感があるんですけど、多分これ人によって違いますよね。別に旅行中とか出張中にお風呂の中に入らなくてもいい、湯船に浸かるっていう言い方をするんですけど、お風呂にお湯をためてわざわざ入らなくてもいいっていう人もいると思います。シャワーだけでいいっていう人もいると思います。あとは禁煙の部屋です。禁煙ルームを絶対に選びます。今あんまりね、喫煙ルーム自体が少なくなってるとは思うんですけど、まだまだこの部屋の中で、ホテルの中でタバコが吸えますよっていうところもあります。そういう場合はだいたい禁煙と喫煙で分かれているので、禁煙を絶対に選びます。結構匂いが私はあんまり好きじゃないので、タバコの匂いですねが好きじゃないので、禁煙を選びますね。それくらいかな。部屋の狭さとかはそんなに気にしないですかね。でも最近ね、ちょっとこれがないと嫌だなって思うものがあって、何だと思いますか？窓です。本当に安くて狭い部屋って時々窓がないところもあるんですよ。でもね、やっぱね、前は大丈夫だったんですけど、最近なんかやっぱ窓ついてないと嫌だなと思うことがあって、窓がついてるバスタブがある駅から徒歩10分圏内でだいたい私はホテルを探すことが多いです。でも結構 Airbnb に泊まることもここ数年多くなってますね。だいたいYouTube に上げてるのがそうなので、はい、あんまり多くないか。でもなんか Airbnb のいいところってなんか生活感が出るというか、ホテルはホテルですごくいいし便利だし、スタッフさんもいるからなんか困ったことがあればいつでも聞けるし、すごく便利なのでホテルも好きなんですけど、こういうなんかいろんな家に泊まってみるみたいな経験はやっぱ Airbnb ならではだと思うので、私はすごく好きです。はい。じゃあ今日は、Airbnb を紹介して、ちょっとね、皆さんがホテルを予約するとき、どんな条件がありますかっていうことを聞いてみました。ちょっと聞き取りにくかったかもしれないんですけれども、ぜひ字幕をつけてもう一回見てみてください。いつも応援してくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。